皆さんこんにちは、みさとです。ただいまバスに乗車中で神戸三宮フェリーターミナルに向かっています。三宮バスターミナルから神戸フェリーバスに乗ってフェリーターミナルに向かうところです。ちなみにこのバスは三宮バスターミナルを17時50分発の宮崎カーフェリー連絡バスですが、早めに三宮に着いてバス停近くにいると運転手さんから乗ってもいいよと声をかけられて乗っています。本来は指定の連絡バスに乗るのが筋だと思いますが、空いていたので運転手さんも OK を出されたのでしょう。ということで今日はジャンボフェリーで四国に渡ります。神戸三宮フェリーターミナルに着いてバスを下車、フェリーターミナルに入ります。ウェブで予約していたら手続きは不要なのですが、今回はジャンボフェリー様からちょっとコマの取材のお誘いをいただきまして高松へ向かうところです。高松までのジャンボフェリーの乗船券も提供いただきましたので、この場合は電話予約と同じで乗船券申込書の記入がいるので書いています。ウェブで申し込みの場合は手続きは何も不要で、すぐ2階待合室に向かうだけで OK です。乗船受付で申込書を提出して乗船券をいただきます。乗船受付がある1階から2階の待合室へ、待ち時間の間に乗船券を確認します。乗船時の改札用が右側、左は指定券です。ということでプレミアエリアにあるコンフォートリクライニング席を提供いただきまして、今回は利用させていただきます。コンフォートリクライニング席は2階の前の方です。窓口で葵のパンフレットをいただきました。パンフレットに掲載のコンフォートリクライニング席です。お値段は乗船券とは別に1500円、繁忙期は2000円プラスです。今日は平日で神戸発が19時45分です。今の時刻は18時30分頃で、まだ1時間以上あるので時間を潰します。フェリーターミナル3階展望テラスから見た G ライオンアリーナ神戸です。こちらは宮崎カーフェリーのフェリー6港。この日は19時10分が出港時刻です。そのうち折り返し私が乗る葵が到着しました。といってもまだ出港時間まであと1時間ほどあります。待合室でテレビを見たりして過ごして、19時30分過ぎに乗船が始まりましたのでフェリーに向かいます。葵に乗り込みまして、エレベーターで2階へ、プレミアエリアの QR ゲートを通りまして、2A エリアの QR リーダーに QR チケットを当ててコンフォートリクライニング席エリアに入ります。中の全体の撮影は控えます。今回もこのエリアでは手元の撮影、私の座席付近に留めます。一番手前にある席で、前には分厚いカーテンが引いてあります。キャプテンシート入り口と書いてあります。ここはコンフォートリクライニング席の方の専用フリースペースです。客船の前方にある窓は夜間は安全のためカーテンが閉められています。中はこんな感じで船の操舵室にいるような気分になれます。日中に利用すればさぞ景色が楽しめるでしょうね。座席の紹介です。左側の肘掛けのこちらのボタンでリクライニングします。このぐらいリクライニングします。手前のボタンは映像では分かりにくいですが、座面手前がせり上がります。右側肘掛けボタンはレッグレストが上がってきます。この状態で座ると視線がこうなります。隣の席との間にあるテーブルです。私は最前列なので前にこんな物置があります。下はフットレストですね。コンセントは肘掛けのここにあります。2列目の場合、座席背面のテーブルはありません。座席背面に小物を引っ掛けるフックと網ポケットがあります。その網ポケットに入っていた座席の説明です。2列目のフットレストはパイプ式です。こんな感じで下がります。前の座席との間隔はかなり広いです。
シートピッチは 1055mm だそうです。リクライニング角度は夜行バスには及びませんが、座面が持ち上がってのリクライニングはシートピッチも広いし、なかなか良さげな感じです。ヘッドレスト左右の張り出しはそこそこあるので、寝るときに役に立ちそうです。2A エリアの真ん中に荷物スペースがあって、ワイヤーロックがついています。こんな風にキャスターバッグなどをロックできます。お腹も空いたのでうどんコーナーに来ました。タッチパネルの自販機で食券を購入です。クレジットカードも使えますが、携帯の圏外になると使えなくなるので注意が必要です。食券が発見されたら席に着きます。購入の時点で注文は反映されているそうです。このモニターに注文状況が出ています。浮かぶたこ焼きのごまとさぬきレモンうどんにしました。注文の品が出来上がって取りに行ってきました。うどんにレモン合うのかなって気がしましたが、これがなかなか合います。酸っぱさがお出汁に合っていると思いました。浮かぶたこ焼きはどことなくお餅を食べてる気がしました。たこ焼きの中はふわふわとした食感でした。タコもちゃんと入っていました。食べ終えた後はウェットティッシュでテーブルを拭いておきます。食器を返却しました。ごちそうさまでした。自動演奏の船ピアノが演奏されていました。この後、葵のデッキ、外へ出てみました。階段を上がって一番上です。青いイルミネーションに彩られた展望フォトスポットですね。コンフォートリクライニング席がある 2A エリアに戻りました。こちらはコンパートメント。2、3人で利用できるガラス張りの個室です。こちらはサニーサイド席。コンフォートリクライニング席とコンパートメントの利用客が使える共用シートです。左側の車窓が堪能できます。真っ暗なここは最前列の共用シートのキャプテンシートです。よく見えませんが双眼鏡もあります。しばらくすると明石海峡大橋が見えてきました。ここだとどんなに寒くても暑くても空調が効いた場所で夜景を堪能できます。現在位置がわかるモニターもあります。外で見た方が臨場感はあるのでしょうけど、こうやって座席近くでゆったり見られるのは 2A エリア利用客ならではですね。こちらはサニーサイド席に移って去りゆく明石海峡大橋を眺めています。橋の後ろには小さな緑色の丸い光が見えるのは淡路サービスエリアの大観覧車ですね。テーブル席ですが、ここにはうどんを持ち込み禁止です。サニーサイド席はここです。反対側を見るとコンパートメントがあります。前のカーテンの向こう側がキャプテンシートです。この後はお風呂に入浴しました。プレミア席利用の方は無料で利用できます。タオルやシャンプーの備え付けがないので、持参するか船内で購入する必要があります。入浴までしなくていいという方には足湯もあります。お風呂の後はコーヒーとケーキをいただきました。うどんコーナーでもいただけますが、カフェラウンジこまめでいただくことに。プレミアエリア内にあって、プレミア席利用者専用のラウンジです。6人まで座れます。ここにもコーヒーマシンがあります。コーヒーは1杯100円です。高松のチーズケーキ店のガトー牛田さんのさぬき氷冷チーズケーキです。氷温状態のチーズケーキにレモンメランジェの酸っぱさが相まって美味しい。徐々に室温になっていくうちに口当たりと味も少し変わっていく感じがしました。コーヒーとチーズケーキ合わせても580円です。この後はお風呂も入ってチーズケーキもいただいて、眠くなってうとうとしてました。ふと目が覚めてキャプテンシートに座って外を見ると屋島が見えていました。
行き先の高松東港にだいぶ近づきましたが、まだ時刻は23時32分。接岸まで30分近くかかります。あとは到着までこのキャプテンシートにいました。ちなみにこの日のコンフォートリクライニング席は私の他に利用者は1人。19時台に神戸を出発の葵は3回ほど利用しましたが、空いていることが多く、空いているイコール利用者には快適ですね。四国一高い高松シンボルタワーが多分見えていると思います。高松到着前放送が流れ、この客室には私一人になりました。隣との座席間隔も広いので快適に過ごせると思います。このコンフォートリクライニング席は。ということで私も下船します。グリーン車並みのシートピッチにフリースペース的に使えるキャプテンシートやサニーサイド席も魅力的です。夜行便で使うのも良いかもしれません。レンタル毛布の貸し出しも始まったようですね。それでは本日の動画はここまでにさせていただきます。この動画の続きは先に公開のちょっとコマの動画に続きます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。